いやこれねすっごい着たらわかるけど素材感がめちゃめちゃ良い。アメカジっぽいのだが何かが違うっていうのは何ですかこれ。その風合いが大人の風格と色気につながるわけですね。今日はね私はね早起きしても全然苦じゃないんですよ。今日は私がめちゃめちゃおすすめするお店に行くから。お店の名前はですねキーライムですね。学芸大から7分くらいかな。洋服マニアの人っていると思うんですよ。生地にこだわるとかなんなら糸にもこだわるみたいな、そういう人たちが絶対ハマるお店、特にメンズです。平たく言うとファッションサーキットを5周くらいぐる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 巡ってきた人が、その男性が男の子ってこういうのが一番ちょうどいいよねっていう感じの究極の普通の最果ての先みたいなのをセレクトしてるの。こんにちは。こんにちは。今日はどうぞ。いらっしゃいませ。今日はどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。せっくんです。関です。いらっしゃいませ。覚えてる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、スナップ会に出てもらったせっくんのお店なんですけれども、コンセプトをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい。2023年かな、にオープンして、僕が好きなベーシックな服。クローゼットみたいなそんなようなお店で作っております。今日はねスタイリングがあります。2つがあけっぴ、1つが私です。テーマとしては、結婚の挨拶に相手の両親に行っても変って思われない格好、そうカジュアルで風景に溶け込むようなそういうファッションが僕は大人になってしたいなって思ってるので。イギリスの紳士の究極の洋服ってね、すれ違っても分かんない服なんだって、その印象に残らない服、ちょっとでも残ると癖があるみたいな、そういうイギリスの紳士の服ですよ。見ていきましょう。このシャツからじゃあいきましょうか。シャツから、はい。これは何でしょう。シャツは日本のサンシーっていうブランドで、サンシーさんは結構ほらドーバーストリートマーケットの銀座とか、ファッションが強いモードっぽいお店に扱われることが多い。サンシーってすごく派手なイメージもあるんですけど、実はね生地とか作りすごいしっかりしてて、こういう細かいところですね。最初ここに目が行きがちですけど、これですね。はい。襟とかも、ここはなんだろう、解禁シャツみたいに1枚になってるんだけど、大襟って普通シャツはこうあって、本当はここまで来るんですよ。でここでネクタイ結ぶみたいなのがねよくあるんですけど、それはここで終わってて、ここはなんでもう折り返し点がないので、よりナチュラルに洗いざらしで、例えば第2ボタンまで開けた時にも開きも綺麗だし、古着のジーンズに大人の男性が着てたらおしゃれじゃないですか。生地もいい雰囲気の生地使ってるし、いい服っていうのを抑えながら遊んでるので、ここら辺は結構軽めのガーゼまでいかないけど結構薄めのね生地で、これは製品染めって言って、そのお洋服作った後にすごい大きいシャツを染めてギューッと縮ませて作ってる。ギミック的にやっぱこの自分でほつれちゃって直しました的な。一部が赤で、そうなの。全部色違うんだ。そのデザイナーさんご夫婦なんだけど、自分たちで。これはそうですね、ウールのショーツで、今からの時期気持ちいいんじゃないかなって思うんだけど、このポケットもちょっと可愛いフラフラしてる。でも生地としては結構綺麗なジャケット仕立てても映えそうな。そうだね、高い生地なのにね。高い生地じゃないとちょっと子供っぽい遊びを入れてるっていうそのギャップ深いんだろうね。それを安い生地だからダメってことはないけど、やっぱりあまりその崩しすぎちゃうと、若い人は似合うけど、おじさんになるとちょっとなんかはしゃいでるおじさんなんかわかります？わかるよ。ちょっとね、なんかあるじゃないですか。はしゃいでるって見事にいい言い表し方はないので、生地と縫製っていうのを抑えてるブランドさんの方が悪目立ちしないで、大人の男性っていうのは着こなせると思う。分かってらっしゃるっていうところが担保されるってことですね、生地感によって。はい。これあけぴちゃん似合いそう。これ好きだと思う。リネンのシャツ。そう。なんか植物何で染めてるって言ったら梅で、こういうステッチワークもさっきと同じようにデザイナーさん自ら。このシャツはさっきの白シャツとはまた別の形で、もうこれ完全に解禁シャツっていう一番上にボタンがないね、襟がパカッと開く。この間っていうか1年ぐらい前、アンイーブンハブストアってさ、いろんなお店がアンイーブンさん行って、ダルホームズさんとか、ダルさん見たよね。ダルさんはどんな特徴があるの？ダルさんはやっぱりその愛知県の名古屋市って
って美州っていう織物、毛織物の産地が近いんですよ。なので地場の産業を生かしてものづくりされてるブランドさんが多いんですけど、ダルさんもまさに。なるほど、これもそうだよね。生地がちょっと変わってるなと思って。これはウールリネンの、スラックスで柄もちょっと独特で色が結構いろいろ混ざってて。そうだね、パッとするとね、なんか古着屋にあるようなスラックスにも見えるっていうか、おじいちゃんスラックスにも見えるんだけど、確かに確かに。でも実際古着だとこんなにシャキッとはねもちろんしてないし、生地感はすごく独特だと思います。じゃあ次どこ行きますか？ちょっと箸休めに靴下10色あるんですよ。オリジナルで作ってる、キーライムの、ソックスでカジュアルベーシックだと僕は白しか履かないとか、そういう方も多いんだけど、でパリにもお店がパークスっていうお店を5年ぐらいやっていて、ここは2店舗目みたいな感じなんだけど、パリでその窓ガラスを拭いてたんですね、外ある日で。その時はまだ白ソックス時代で、てっくんの、マダムが通りがかって「すごく素敵な靴履いてるね」って言われて、でも靴下がいけてないはっきり言うね。初対面ではっきり言うね。その日から気になり始めちゃって、ベーシックな格好にカラーソックスを合わせるっていうのが自分のセオリーみたいになってきて、今日も本当可愛い。座ったらちょっと見えるぐらいの感じでいいの。ピンク、これくらいのピンクいいね。この外しになるのね。いいでしょ、ね。じゃあ早速してみましょう。一回お願いします。はい、僕からいきますか？もちろんです。そうですね。はい、わかりました。はい、こんな感じにしていただきました。おー、良いよ。あなた良いよ。いいですね。私が半年間見た中であなた今一番いい。それくらいなんかね、大人。ちなみにこれはどちら？これはSH っていう僕がやってるシャツのブランドがあって、僕が着てるようなベーシックなシャツもあれば、こういうちょっと遊びのある、でもこういうジャケットっぽいのも素材を薄くしてあくまでもシャツとして提案させてもらってて、ポケット4つある。ポケット4つあるのはよくあるミリタリーの軍物のジャケット、ジャングルファティーグってね、グリーンの、よく本当によく古着屋さんとかである。でただあれをそのままだとやっぱりちょっと強すぎるので、それをどうしたら綺麗にこう着てもらえるかなっていうところで、色だったり素材もそうなんだけど、アレンジしたものになります。それ素材どうなってるの？朝100。その辺がやっぱ大人じゃないですかね。やっぱり麻の魅力はこう洗いざらしの自然なシワ感と膨らみっていうのがすごくかっこいいので、その風合いが大人の風格と色気につながるわけですね。こっちもパンツもそう。パンツはコットンとヘンプ麻のジーンズです。なんかちょっと白なような白じゃないよね。そうですね。ちょっとアイボリーベージュに近いような、いわゆるイタリアンカジュアルみたいな方向でもあるんですよ。真っ白なパンツに麻で胸元パカーンみたいなのもあるじゃないですか。ザ・ピッティウオモっていうですね。でそれをもっと都会的に洗練させたというか、もうちょっとわざとらしくなくしたら僕はこうじゃないかなと思っていて。そうだね。白いパンツってすごく諸刃の剣だと私は思っていて、これくらいの落としどころが一番美しい。一応ね、第1弾はね、去年このインディゴブルーで、今日久保さんがね履いてるのもそうなんだけど、久保さんが1年履いた図、こんな濃かったの。でもジーンズだからほらインディゴの染めだからだんだん古着のジーンズみたいになってるでしょ。なんだけどあれもヘンプ入ってるから、明智君履いてもらうとめっちゃ気持ちいいの、さらっとして。へー、大人のデニムだねこれね。いいでしょ。ブランド名はオブラダというオブラダレディースのブランドなんです。あ、そうなんだ。そう。で僕そのブランドのファンでレンズの形をね、別注で作ってもらったので、このオブラダのメンズアイテムが買えるのはうちだけ。今セック履いてるのがこれの黒バージョン。これは黒バージョンじゃなくて、これはねキーライムのオリジナルジーンズで、これは後で開けっぴにスタイリング提案でもう一個使おうかな。じゃあお願いします。はい。じゃあこの形違いもあるってことだよね。そう、この素材でジージャンみたいな。確かに確かに。ジージャンの形をシャツで着れたら、なんか気持ちいいんじゃないかなって思って作りました。なるほど。一見普通でもよく見たらギミックって感じだね。そう。へえ。そうなんです。あとは僕これ最近すごい好きでよく着てるんだけど、ウエスタンシャツ。ウエスタンだね。ウエスタンでしょ。でウエスタンシャツってやっぱりさ、
スナップボタンが強いんだよね、そうだね、かっこいいんだけど、でやっぱあれだとちょっとなっていう人も多いかなと思って、ウエスタンのディティールはそのままにベーシックなシャツに置きちょっと置き換えましたっていうことで、これも洗いざらしでさらっと着るとねすごく素敵ですよ、とこういうちょっと絶妙なグリーンの、本当だ、これ同じ、色違いのシャツなんだけど、これはどこの？これもねそう SH で、関さん今日着てる形、これはそう、またちょっと違うんだけど、こっちのがね新しくリニューアルした方の形で、まあでもデザインとしてはほぼ一緒です。いわゆるレギュラーカラーって言って、一番ベーシックな、襟型のシャツっていうのをずっと定番で作っていて、シルクのシャツ、シルクなんだ、はい、あらま、なんだけど解禁シャツで、袖も8分ぐらいで先っちょがない状態だから、だからくるくるっとまくってもらって、色気ありそう。すげえこれ。いやもうなんかね、これめっちゃ気持ちいいの。このとろみでちょっと全てを物語ってるもん。49,500円税込み。そのシルクだったらでもあり。でこれブルーも普通ほらコットンでこういうブルーのシャツよくあるじゃない？ある。これのシルク版ってなんかすごい面白いと思って、あんまり見たことなかったから。確かに。あとすごいこれ色気出るやつだ。出るよね。革靴も結構。そう、革靴すごいそう好きなんですよね。美しいのがいっぱいあるよ。なんかこう靴好きとしてはね、靴好きとしてはやっぱりなんかこう綺麗な、やっぱどうしても今革靴ってちょっと値段はね高くなっちゃうんだけど、いい革靴は本当にもう10年20年は余裕で履けちゃうので、まだ本当先週届いたばっかの。これは何？これはイタリアのレ・ユッカスっていう、結構いろんなセレクショップさんでも今扱ってるんですけど、名前を聞く、老舗のイタリアの靴工場でエンツォ・ボナフェっていうところがあるんだけど、そこで作ってるレ・ユッカスって、ユカさんっていう日本人のシューズデザイナーの方がいて、その方が手掛ける、ラインというか、これ、コードバンって馬のお尻の皮、それって取れるのが希少なんですって、でそれを磨くとすごくピカピカになるので、コードバンの靴って本当に、宝石みたいなって言われていて、でこれはコードバンの、ボートシューズみたいなアウトドアの靴っていうのを、コードバンで。神々の遊びじゃないですか、これ。靴との流れで一応スニーカーなんかもございますよと。スニーカーもやっぱり CRV って日本のブランドで、キャラバンっていう日本の老舗の登山靴のメーカーがあって、そこが出してるちょっとトレッキングラインみたいな。もうなんか分かりやすいくらいの男の子の好きが詰まってるんですけど、ゴアテックス、ビブラ、はい。最近僕がすごいハマってるスニーカーがこれで。MBT って初めて見た。はい。マサイベアフットテクノロジー。なんですかそれ？マサイ族の。はい。マサイ族って、素足で走るやつ。そう。だから素足の感覚で足が鍛えられると、要するに体が健康でいられる、体幹が鍛えられるっていう考え方で、作られたブランドで、これねソールが特徴で安定しないし結構細くて、履くと普段使ってない筋肉、体幹が鍛えられるってことで、去年はねうちこういうサンダーでやってたの MBT で、これもすごいうちでは好評で、去年セック履いてたわこれ。そう、これもうほとんど毎日履くぐらい好きで、でこの2つがね MBT のサンダー、これ揺れるでしょ。揺れる揺れますね。揺れるでしょ。スタイリング行きましょうよ。スタイリング行きましょう。ぜひ。じゃあ次はね、次のテーマ。明智くん流、現代版アメカジ。僕の勝手なあれでは明智くんが欲しいのってモテだと思うんですよ。そうですよ。合ってます。そうですよ。勝手にいつも動画見てるだけで、僕は勝手に言ってないんだけど勝手に決めつけてる。なんでその要素もあるアメカジスタイルっていうのをちょっとご用意しようかなと。楽しみです。楽しみですね。どうでしょう。おお。アメカジっぽくは。アメカジっぽい。アメカジっぽいのだが何かが違うっていうのは何ですかこれ。そうですね。まずはジージャンが、普通ジージャンってオレンジのステッチなんですよね。はいはい。あ、確かに確かに。やっぱりこのインディゴ生地にオレンジのステッチっていうのがやっぱりジージャン。同色でやることによってだからか。あとはボタンも通常シルバーっぽいのを使えること多いんですけど、やっぱこの黒っぽい結構こうなんだろう、
馴染むっていうか、っていうところが、あとは少しポケットも下の位置にあったりとかね、なんかジャケットっぽい感じで、フラップもないし、だからフラップがあってボタンがつくとやっぱ要素が増えるんで、でガチャガチャしちゃうから、そうアメカジらしさ、それがかっこよさでもあるんですけどね、もちろん D ジャンの、なので引き算でそこに僕とちょっとお揃いなんですけど、キーライムのオリジナルで作ったブラックデニムの紐が入ってて、ライム色、ベルトつけるのめんどくさいとか選ぶのめんどくさいって方にもささっといけるし、ささっといけるしっていうところで、 T シャツは1027っていうさっきご紹介したダルさんと僕が一緒に共同でやってるブランドがちょっと薄めですね。ちょっと薄めで、ちょっとドライなさらっとしてるでしょ。でわざとなんかこう、なんか洗いすぎたみたいな、あと遮光してるっていうかね、ねじれてる。そうなんです。なんで今まっすぐここがちょっと横にこう来てるっていう、こっちが洗いすぎたらそうなるもんね。そう古着のやつとかでも、あとだから首もちょっともうねじれが出てる、洗い込んだやつになってるってことだね。生地がなんだっけ、綿100です。はい。サイズ感もちょうどいい。ちょっとやっぱ 1.5 くらいのビッグサイズだなって。でも丈感的には普通サイズっていうか、正直明智くんかっこいいですよね。かっこいいよ。ちょっとどうしたん？ T シャツは他にどんなの？ T シャツのシリーズでいうと、あとはねノースリーブ。女の子でも女の子でもいけるし、男性でもなんかそういう解禁シャツの下に開けて着たいとか、タンクトップの代わりで着たいっていう人の要望があったので、今回は長袖半袖ノースリーブで、こういうのが黒とグレーもあるよっていう感じです。グレーもいい風でもいいでしょ。そう、もう少し厚くなってきちゃったかもしれないけど、こういうタートルでカーディガンも作ったんで、T シャツ素材のアンサンブルとか本当だ、もいけるような。なるほどなるほど。サイズ感はね1番2番って言って、今明智くん着てるのは大きい方。なんで例えば過去の去年のやつとかもサイズ感とかは一緒。なるほどなるほど。スタイリング行きましょうよ。行きますか。これレディースを着たらどうなるんだ。そうだね。どんな感じなんだろうって想像ついてますね。僕の中でこの辺をれいちゃん着たら可愛いんじゃないかなっていうのがあるんで、それをちょっと着てみてもらおうかなと。楽しみです。じゃーん。素敵です。こんな感じになりました。いやこれねすごい着たらわかるけど素材感がめちゃめちゃ良い。ウール100で、しかもすごいのはウール100なのにこのねお値段が、さっき明智くんがびっくりしてましたけど38,000円ぐらいでした。で友内のハーフパンツですね。これもさっきのダルさんと同じく愛知県のホークっていうブランドで、うちではすごく人気があります。 T シャツいいでしょ。 T シャツノースリーブです。着てて気持ちいい。すごいですよね。なんかねいいものに包まれてる。そして私がさっきから落ち着かない人が多いんじゃないかっていう人もいるかなと思うんですけど、これ本当ね船みたいな感じ。さっき紹介した MBT ですね。MBT さんなんか本当にふくらはぎ使いますねこれ。そしてあなたさっき黒いジャケット着たいって言ってたけど着てもいいよ。着てもいいよ。これはレイさんの色違いでサイズが一つ上のサイズです。良いわよ。いいっすよね。良いわよ。3つもあったらしいです。もはや完売。でも分かりますよね、完売しちゃうのも。ウールの T シャツもあったんですよ。でそれ去年やったらすぐ完売しちゃって、夏の前に完売しちゃったら今年はそれ倍仕入れたんですよね。そしたらやっぱり夏まで持たなくて5月で終わっちゃったっていう T シャツもあるんで、すごくねホークは熱いんですよ。要チェックですわ。いっぱい知りましたね。アケッペ似合いそうなのいっぱいあったよ。あとレイちゃんのそのスタイリングに持ってもらいたいカバンが最近作ったのこれ。キーライムのトートバッグ。本当だ、ちょっと半スケくらいな巾着でちょっと絞れるようなトートバッグで可愛い。夏っすね。ちょい持ちに良いね。そうこんな感じ。なんか他のバッグとの併用とか、荷物運ぶ、あとはスーパーに行った時の買い物ぐらいのバッグとして使ってもらえたらなと思って、それでねこれはね内側のポケットにパッカボー。そうすごい発音が。ちょっと荷物増えた時とかね。いや今日は学びが多かった。どのスタイルが良かったかじゃあ。そうです。ぜひ書き込んどいてもらえたらなと思います。ぜひこれは一回素材感を試しにあとは
大人のサイズ感を見に行った方がいいかなと、おすすめしたお店なのでぜひ行ってもらいたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。